どうもこんにちは、4号ハウスのひげこいです。今回もご視聴いただきありがとうございます。今日は富士フイルム X-E4 を買った時に最初に選びたいレンズを4本ご紹介します。それぞれ用途が違うレンズです。オートフォーカスのレンズを3本、マニュアルフォーカスのレンズを1本、X-E4 と小さい構成で楽しみたい方に向けた1本目もしくは買い足しで2本目ぐらいに揃えたいレンズです。それぞれ特徴が違います。おすすめする理由もお話ししていきますので、ぜひ最後までご覧ください。おすすめ順にお話ししていきます。それでは行ってみましょう。1本目にダントツでおすすめしたいのが XF18mmF2R です。ほぼコンデジのサイズ感。XF18mmF2R の価値が高まった組み合わせだと思っているので、ちょっと長めに語ります。これから XE4 が欲しい、最近 XE4 を買ったという方は、やっぱりコンパクトにカメラを楽しみたいのではないかなと思います。そんな方にとってこのレンズは最高だと思います。価格は中古が45,000円ほどで、新品は7万円前後。おすすめポイントは3つ。おすすめするポイント1、コンパクトなサイズ感。パンケーキタイプのレンズは XE4 と組み合わせてもコンデジよりも少し大きいぐらいのサイズ感になります。見た目や携帯性を重視する方には最高の組み合わせです。おすすめポイント2、写りがいい。昔のレンズなので少し柔らかい表現をすることができるレンズです。XF35mmF1.4R の写りが好きな方にとってもおすすめだと思います。iPhone と同じ画角で撮ることができるので、初めてカメラで写真を撮る方にとってすごく使いやすく感じるはずです。おすすめポイント3、子供とガンガン遊べる。例えばですが僕の場合こんなシーンで活躍します。僕は小さい子供がいるので公園に大きなカメラを持っていくことはありません。理由は子供とまあまあ激しめに遊ぶからです。ピントががっちり合った写真ももちろん素敵です。でも追いかけながら撮った写真はその時どんなシーンだったか今でもすぐに思い出すことができます。お子さんと遊ぶことも写真を撮ることも諦めたくない方は持っておくことをお勧めします。画角の狭いレンズで遊びに行った時は失敗したなという風に感じることもありました。かっちり撮れることもいいことなんですけど、子供が小さい頃はラフに撮れることも大切だなと感じています。次は注意点です。注意点も3つ。注意点1、オートフォーカスはそこまで速くない。XE4 と組み合わせるなら遅すぎて困ることはありませんが、もともとオートフォーカスが速いレンズではありません。注意点2、ボケ感。F2 なのでしっかりボケるんですが、初めてこの画角でカメラを使う方にとっては、あれと思うかもしれません。カメラを初めて買った時ってもっとボケろっていう感じだったことないですか？僕はそうだったし、今でもそうです。なんとなく離れ気味で撮った場合はそこまでボケません。そんな時は寄ってください。18mmF2 は18センチまで寄れるので、寄ればボケます。注意点3、中古を買う場合、特にメルカリなどのフリマ系で買うときは注意です。かなり昔のレンズなので、10年前に購入したレンズを他の中古と同じぐらいの価格で売られている可能性もあります。誰しも高く売りたい気持ちは一緒だと思います。でもやっぱり商品説明のところに、使用頻度や購入した時期などの記載がない場合は、いつ買われましたかなど聞いた方がいいかもしれません。XF18mmF2R についてはこんな感じです。同じパンケーキタイプで 27mm もありますので、そちらも検討してみてください。僕は使ったことはありませんが、サイズ感は間違いなくいいレンズのはずです。用途としてはどちらかというとスナップが多めの方におすすめかなという感じがあります。XC1545F3.5 から 5.6 XC レンズの価値が変わった。もともとキットレンズとして発売されていた XC1545F3.5 から 5.6、 ズームをしなければコンパクトなので持ち運びは楽々です。価格もお買い求めやすく、中古なら15,000円ぐらいから新品は25,000円ほど。このレンズを僕は所有していなくて、使っていた時はレンタルだったのですが、買うかどうか迷いすぎて2ヶ月レンタルをしました。2ヶ月レンタルすると13,000円ぐらいはかかるので、マジで最初から買っておけばよかったなと後悔をしました。でも本当にそれぐらいいいレンズなんですよね。価格面においてかなりアドバンテージがあるので、カメラを始めたばかりという方には特にこのレンズをお勧めしたいと思っています。広めにも映せますし、ほんの少し望遠気味にも映せます。このレンズを使えば、ご自分が好きな画角、好きな距離感を知ることができます。広く全体を撮りたいなと思っていたけど、実はこんなズームをした写真、寄った写真が好きだったのか、など、そんなことを知ることができるはずです。今は全くズームレンズを使っていませんが、キヤノンを使っていた時は、シグマのズームレンズを2本使っていました。その経験があったからこそ、自分が使いたい焦点距離を知ることができたんだと断言できます。今は動画内でもズームレンズは使いませんと言いまくっていますが、いらないとは全く思っていないんですよね。結局あまり使わなくなったのは事実なので、2万円前後でまずいろんな体験をできるこの XC1545 は最高だなと思っています。好みの画角がわからなかった頃にこのレンズを知っていたら多分買っていたかなと思ってます。いいところと微妙なところをお伝えします。おすすめポイント1、軽くコンパクト。XE4 にとても似合います。電源を入れるまでは。おすすめポイント2、手ブレ補正がある。
XE4 はファンクションキーに動画レリースボタンを割り当てられます。他の動画でも何度も言っていて、人によってはしつこいなと感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、それだけお勧めできるポイントです。手ブレ補正付きのレンズを使えば動画を簡単に撮ることができるようになるんですよね。XE4 で Vlog を撮りたいなっていう方はこのレンズ一択です。XE4 は180度チルトもあるので自撮りもできるようになります。このお話についてはちょっと長くなるので、概要欄に別の動画のリンクを貼っておきたいと思います。ぜひチェックしてみてください。おすすめポイント3、価格。3万円以内で買えます。やっぱり価格が安いっていうのはおすすめできるポイントかなと思います。次は注意点です。ちょっと角が立つので詳しくは言いません。注意点1、XC レンズの写りは XF レンズに少し劣ります。注意点2、電動ズームがチープに見えます。注意点3、見た目もチープ。こんな感じのレンズですが、2万円前後という価格を思い出せば買う価値を感じるのではないでしょうか。3本目、TTR チザン 25mmF2。安すぎるので買って損なし。3本目は純正ではなく TTR チザン 25mmF2 を推したいです。僕はこのレンズを購入してからずっとベタ褒めしているのですが、その理由は何といっても価格。8000円台という超激安レンズなんですよね。最初の1本に選ぶにはマニュアルフォーカスのレンズはハードルが高く感じるかもしれません。でも安く買えることと F8 ぐらいで撮ればかなりサクサク撮れるのでおすすめです。良いところと注意点をお伝えします。おすすめポイント1、マウントアダプターがいらない。オールドレンズと圧倒的に違うのは X マウントのレンズなので、マウントアダプターがいらないことなんですよね。本当に最高です。いろんなレンズが蘇るので、マウントアダプター自体は素晴らしいアイテムだと僕も思っています。でもなくて済むならない方がコンパクトに収まるのでやっぱりいいんですよね。おすすめポイント2、8000円とは思えない写り。初めて写真を撮った時は青が綺麗だなと感じました。ぜひ晴れた日に空を写してほしいレンズです。おすすめポイント3、金属製で質感が高い。オートフォーカスがついていない分、質感や写りにお金をかけられたのかもしれません。次は注意点もお伝えします。注意点1、マニュアルフォーカス。マニュアルフォーカスなので向き不向きはあります。縁を8ぐらいに上げて絞って撮ればあまりピントを気にしないで済むので、そんな撮り方を試してみてほしいです。柔らかい描写なのでぼかさなくても印象的な写真を撮れるレンズかなと思いました。注意点2、電子接点がない。電子接点がないので F 値やシャッタースピードの記録を残すことができません。TTR チザン 25mmF にはこんな感じのレンズです。XE4 も今は少し価格が上がって13万円ほどしますので、ちょっとでも安く抑えたいという方にはおすすめのレンズです。最後は XF35mmF2R WR。低価格プラス安心感。XE4 に間違いなくおすすめのレンズです。画角が少し狭いので、室内よりも外での撮影や人物撮影が多い方におすすめです。作品を撮るようなポートレートももちろん撮れますが、安心感を求められる方におすすめかなと思います。価格は中古が3万5000円ほどで、新品は4万5000円ほど。一番コンパクトな組み合わせではありませんが、見た目のバランスが最高です。先に紹介した3本に比べると画角の狭さが気になるので、撮りたいものが決まっている方におすすめです。1本目に XC レンズを使って2本目に買うなど、そんな買い方がおすすめです。では、おすすめポイントと注意点をお伝えします。おすすめポイント1、オートフォーカスが速く安定感がある。なんだかんだやっぱりオートフォーカスが速いと使いたくなります。おすすめポイント2、キリッと映る描写力の高さ。一般的には F 値を小さくしている時よりも F 値を大きくした時の方が解像感が高いと言われています。このレンズもそうなんですが、その差が少なく作られているレンズです。開放 F2 からしっかり綺麗に映るので、物撮りなどにも使えます。おすすめポイント3、XE4 によく似合う。ボディとレンズのバランスって気になりますよね。このセットはやっぱり一番似合うかなと僕は感じています。一番小さいのはパンケーキレンズの組み合わせですが、かっこいいのは XF35mmF2 かなと思っています。あとは注意点なんですが、強いて言うなら、このレンズを買うと XF35mmF1.4R も気になり始めることです。35mm の競合なんでやっぱりちょっとどっちも欲しいなという風に感じてしまうんですよね。どっちもいい写りなのでとても迷う2本です。最近比較も出しているのでぜひご覧ください。リンクを貼っておきます。というわけで今回は長くなりましたが、こんな感じで最後にまとめていきます。予算8万円 XE4 に最初の1本としておすすめのコンパクトなレンズ4選。1、XF18mmF2R ほぼコンデジ。2、XC1545 F3.5 から 5.6 XC レンズの価値を変えてくれた1本。3、TTR チザン 25mmF2 安すぎるので買って損なし。XF35mmF2R WR 低価格プラス安心感。今回紹介したレンズはなるべくコンパクトに収めるためのレンズです。楽しみ方は人それぞれなので、もっとポートレートを撮りたいとか XE4 も望遠を使いたいという方もいらっしゃると思います。そういった方は 35mmF1.4R や 56mm、もっと言えば XF90mm など、その辺も合わせてみてください。
90mm は僕は1回しか使ったことないのですが、また使ってみたいなと思っています。今回紹介した組み合わせは XE4 をコンパクトに楽しみたい方に向けた1本目や2本目に揃えたいレンズです。ぜひ参考にしてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。